今日は日本の好きなところについて話したいと思います。すごく暮らしやすいですね。電車があるし、すごく綺麗で便利で、私が生まれ育ったミシガン州には電車がないし、ほとんどアメリカないですよね、電車は。それにアメリカの電車は汚いとかそう聞いてるので、すごく歩きやすいですね。電車じゃなくても自転車に乗ったり、もう歩いてスーパーまで行くとか簡単にできます。アメリカはめちゃくちゃ危ない道とか横断歩道がついてないところを渡らないとスーパーに着かないとか、そういう道が多いので歩きやすくないです歩くときは安全です。一般人は銃を買うことは簡単にできないので、それだけで結構アメリカと比べると安全だし、あと何かが盗まれるその可能性が低いですね。その安全性、暮らしやすいところが素敵だと思います。ビノ自然との絆が強いって感じます。なんか季節の変わりとかを大事にしてる感じがすごく好きです。春の桜の花見とか、秋の紅葉を見に行こうよとかビール飲みながらセミの鳴き声を聞くとか、アジサイ、ツツジ、コスモス、その花が咲いてるから見に行こうって感じはアメリカにはなくて、季節の行事とかはあるんですけど、私花を見に行ったことないですね、アメリカ。しゅうちゃん、日本人はっていうか日本の文化は自然に感謝してる感じがしますね。それも素敵だと思います。お風呂が深くて大きくて、でお風呂が入ってる部屋が広くて、部屋を濡らしてもいいことが素晴らしいです。アメリカではトイレ行きたいっていう時はbathroom に行くって言います。アメリカ人じゃない人はなんで bathroom っていうのかなって思ったことあるかもしれないんですけど、それはアメリカのお家とかアパートはお風呂とトイレが同じ部屋です。日本もそういうところありますよね、アパートとか。でも日本のは洗面所とか床とか濡らしてもいいですよね。でもアメリカのはなんか木製の洗面所とか、あと時々カーペットあるので。どうした？じゃあママ届かないよ。ないよ、何もない。例えば木製の洗面所とかカーペットとか濡らしちゃダメなバスルームもあるので、すごく不便です。特に子供のお風呂してる時、やっぱり遊びたくなるので全部濡れて大変です。アメリカのお風呂はだいたい浅いです。めちゃくちゃ浅くて、多分お風呂は子供のもので、大人はシャワー浴びて体をきれいにしていて、で子供はお風呂入って体をきれいにしてるので、子供が溺れないようにめちゃくちゃ浅く作っていると思います。リラックスしてお風呂に入る習慣はほとんどないですよね。もちろんそういう人もいるし、自分の家をリフォームしてもうちょっと深いお風呂を買う人もいますけど、毎日深いお風呂に入ってリラックスできるのすごくいいし、息子のしゅんちゃんのお風呂するのもすごく楽で嬉しいです。私は本当に神社オタクで、神社好きすぎてもう大好きなんですけど寺も好きなんですけど、まずどこ行っても神社がありますよね。日本の道歩くと多分コンビニか自販機と神社、その道のどっかにありますよね。私は神社全部好きなんです。神社全てに何かの歴史と人の思いが入ってるって感じます。誰かがそこにいて試験合格しますようにって祈って、なんかその気持ちとか、なんか私は神社に行くたびすごく癒されてます。自然と自然に一緒になってる感じで、そこにあるべきって感じで、不思議な素敵な感じがして、森の中とかそういう神社もあるし、自販機の近くのちっちゃい神社とかそういうのでも毎日見られて、それを探すの、それを見つかるのすごく楽しいです。夜でも行ける神社が多くて、夜に行く人のために綺麗に光ってるのもあって、それも素晴らしいです。日本は神社があってすごく嬉しいです。はい。はい。
もうおい痛い痛いよ。昆虫、虫取り。私は子供の時からずっと昆虫が好きで、特にミミズ探したりして、一番好きだったのはビートルでした。だからカブトムシとかクワガタムシ、ゲンゴロウ、そういう種類昆虫が一番好きで、まあ女の子だからそれがちょっと珍しいし、なんかアメリカではその日本みたいにカブトムシをペットにするとか、絶対昆虫をペットにしないですよね、アメリカは。あと虫取り、ホタルを捕まえて光るの見て逃したり、先月のビデオでしてるって言ったんですけど、多分それだけですね。何言ってたかな。日本で子供が虫取りしたりカブトムシをペットにできるとか、それ分かったらすごく嬉しくて運命だと感じました。なんかこれが私の居場所だと思ってまだカブトムシをペットにしたことないんですけど、いつか飼いたいと思います。あとゲンゴロウもペットにしたいです。一番好きな昆虫はゲンゴロウかな。可愛いファッションと可愛いもの、ギャル可愛いファッションが流行ってた頃もっとあったんですけど、今でもリボンとかレースとかそういうのが大人の服でも買えて、アメリカではあんまり買えないですよね。本当にユニクロ系、そのシンプルな感じの服しか売ってない。それは嘘なんですけど、ほとんどの店はそういう可愛い服がなくて、日本はいっぱいあって嬉しいです。あと可愛いもの、なんか全部可愛い、何かの可愛いバージョン欲しかったら絶対売ってます。このクマの形のクッション、クマの形のゴミ箱、なんかアイスのコーンのなんだろう、なんていうの、入れ物、花瓶なんだろう、クッキーの電卓とウサギのテープと、これチョコのノート、私のカバン、服めちゃくちゃ可愛い。これをピッ、チョコの形、チョコとかクッキーの形のもの、ウサギのハサミ、これ取るとめちゃくちゃ変になるけど、本当にキリがないですよね、可愛いもの。必ず可愛いものとかピンクのものが売っててすごく嬉しいです。ダイソーとかにも。それアメリカあまり可愛いものがないですね。なんかないわけじゃないんですけど、可愛いよりもおしゃれなものが流行ってて、大人はあまり可愛いもの買わないですね。アニメとか日本が好きな人は買うかもしれないんですけど、それは全部日本の影響で、多分日本の商品を真似しているか日本から来たものですね。昔から始まった今でもすること、趣味、なんて言うんだろう、行事じゃない、活動すいません、言葉がよくわからないですけど、例えば生け花とか茶道とか書道とか競技かるたとか演歌とか折り紙、お祭り、着物、和風の建築、和室、なんていうの、昔からあって今でも普通にしている、普通にある日本のユニークなところが大好きなんです。みんなそうだと思うし、日本って言えばこれが思いつくと思います。でもやっぱり素敵ですね、本当に。和室も言ったんですけど、すごいモダンな家でも和風の部屋があってなんか素敵なんだろう、日本が好きで和風が好きで、日本に来てこんなに日本のものが見られて嬉しい日本にいるから日本のものばかり私はやっぱりそういうね、日本の昔の建築とか屋根を見るだけでなんか素敵だと思って、綺麗って思って、和風の並んでる家の道を見て、わあ日本にいるって思って幸せです。本当にそれだけで。電車トーマスみたいの。歴史が長いです。アメリカが若くて歴史がちょっとストレージがいっぱいになったので何言ってたかな。歴史私はネイティブアメリカンの歴史に興味あるんですけど、ネイティブアメリカンから、アメリカを奪いに行きたい人が多分ほとんどその歴史を消してるし、あまり学校ではその歴史学ばないので、
本当に長くなくて、だから日本の歴史は長くてすごく面白いです。大昔からものとかあって、特に江戸時代に興味があって、博物館とかにいて1000年前からの人間の作ったものを見てすごいって思うし、昔の日本はこんな感じでだんだん変わっていてこうなったねって比べると分かるし、なんかすごい面白いですよね。あとこの神社が500年前に作ったとか、城跡とかに行く時昔の人がこの道歩いてたねって想像できるし、ハイキングしながら歴史を見られるってすごい日本人にとって当たり前なことかもしれないんですけど、アメリカ人の私にとって本当にすごいと思います。これはちょっと説明するのが難しいんですけど、日本人っていうか日本の文化の考え方、なんかルールをちゃんと守るとか、人にできるだけ迷惑かからないようにしてるとか、そういう文化が好きなんです。っていうか好きだっていうか、私の性格に合ってる。説明しにくいのでちょっと例を言いたいと思います。これは本当の話です。何年か前になんかのアメリカのレストランに友達1人と一緒にいて、だから私たち2人いました。レストランに入ってテーブル2つしか空いてなかったんです。1つは窓のとこのめちゃくちゃなんか可愛い飾りとかめちゃくちゃ心地よさそうな4人座りのテーブルと、ドアの近くのちょっと気まずい2人が座れるテーブルでした。だから4人と2人。私の友達は4人座りのテーブルに座ろうって言って、でそれはほとんどのアメリカ人はそう言うと思います。座りたい方に座ります。なぜかというと、多分アメリカ人が言うのは、どうしても座りたい4人の家族とかが来たら自分の幸せは自分の責任だっていう考え方アメリカにあるから、そこに座りたいならちゃんとその人にお願いするとか、あと私たちが先に来たからここに座ってもいいでしょう、私たちの後に来たから待つべき、遅かったから、なんかその考え方があります、アメリカ人には。私はそれがすごく嫌で、別になんていうの、本当は4人が座れるところの方が座りたいなって思うかもしれないですね。飾りが可愛いし、窓の外見られるし、でもそこに座ってその後4人の家族が来たらめちゃくちゃ気まずいと思います。本当に気まずくて、私全然そこで楽しく過ごせないと思います。周りの人が私たちを見て、なんか失礼だね、この4人の家族が来たのになんで席2つ空いてるのって思ってるかもしれない。その家族がわあひどいねって思ってるかもしれないとか、なんかずっとそれ考えちゃうからすごく嫌で、どんな時でもなんかどうしたらいいのか、なんか正しいことは何なのか知りたくて、だからそういう決まりが欲しくて、そのルールが欲しくて。日本のルール厳しすぎる時もあると思うんですけど、日本だったらほとんどみんながその2人が座れるところに座りますよね。私はなんか私のせいでみんなが恥ずかしい思いするとか、そういうのが怖くて、だからちゃんとずっと確認して、ずっとルールを流れを確認したりして協力して、そういうのがしたくて、だから私の性格が日本のそういう文化、そういう考え方向いてると思います。アメリカはアメリカの文化があって、でその友達は日本に来る時は、でも日本では絶対2人が座れるとこに座った方がいいよって言ったら分かったって言うと思うから、別になんていうの、失礼だと思わないんですけど、ただ私は日本のそういう文化が私にとってすごくいいことだと思います。最後は私が日本のこと好きになったきっかけです。テレビ、ドラマとかアニメとか音楽とか、あとバラエティ番組とか、これ英語でポップカルチャーって言うんですけど、日本語でなんて言うのかな、そういうもの全部好きです。世界中でアニメ愛されてますよね。例えば私の時代の人にポケモンって言ったら、ポケモンのゲームボーイのゲームしたりしてる思い出、記憶があると思います。私は夏休みにいっぱい金のポケモンのゲームしてる思い出すごく大切にしていて、ポケモンカードも大好きだったし、で放課後にセーラームーンを見たり、セーラームーングッズを集めたり、部屋をそれで飾ったり。日本のことが好きになったきっかけはセーラームーンかな。セーラームーンでその後ドラマで、その後アニメ
好きになって、やっぱり日本のアニメとか日本のドラマは他の国のと違うと思います。感動する時めちゃくちゃ多くて大好きです。日本の好きなところはこれだけじゃないんですけど、これ一番最初に思いついたものだったので、ご視聴ありがとうございました。バイ。